できてるかな？多分できてそう。こんばんは、もちみちです。ちょっとなんか画面がもしかしておかしい？そんなことない。これくらいか？これくらいな気がする。よし、おじゃりおさん、大輝ありがとう。太郎さん、大輝ありがとう。カスタムさん、大輝ありがとう。あ、おじゃりおさん、こんもち言ってくれてる。こんもち来てくれてありがとう。太郎さんはもう欠かさずね、自己紹介をくれている。自己紹介このチャンネルだけで呼ばれる自己紹介ありがとう、太郎さん。カスタムさん、こんばんは。いらっしゃい。未来よさん、こんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとう。今日は突発問答回答配信だというわけでね、今日はね、モンドを数ヶ月分食べ込んでしまいまして、モンドっていうのはあれだね、マシュマロとか質問箱みたいな、匿名で質問が送れるやつなんだけど、それがね、ちょっとね、かなりもちみち、また、食べ込んでしまってそれを回答していこうと思います。そして、今日、初めて、笑ったらニコってなるやつを、入れてみたんだけど、もちみちずっと笑ってるまばたきするだけで笑っちゃうんだ、これ。もうちょっと調整しないとダメだ。ずっと笑っていると思いますが、気にしないでくださいカリラさん、こんばんは。いらっしゃい。あ、太郎さん、もはやここでしか使わない入場挨拶まである。他で使ってたら面白いね。突然太郎って名乗り始めて、どこにも太郎ありませんけどってなるね。もじゃりおさん、質問というよりお手紙送ってたから恥ずかしいな。そう、もじゃりおさん、お手紙いっぱい送ってくれてる。ありがとう。これ全部読んでも平気かな？全部読んじゃうつもりでいるんだけど、もし一通だけにしてくれとかあったらこっそり教えてね。笑いっぱなしなのね。ニコニコで可愛い。やったー、ありがとう可愛いから良き。ずっと笑顔なのは悪いことではありません。優しさ、ありがとうよし、それじゃあ、もちみちにずっとね、本当にずっと笑い続けてるタイプなので、この表情管理がほぼ笑顔になってしまういいよ、匿名なのに隠してないし。それなら全部読んじゃおう。今日はね、しっかり、今日はというか、今日こそは、前々回か、読んだ時には、何個かうっかり回答を忘れてしまって回答しないまま進んでしまったみたいなことがあったので、今日こそはね、きちんと全部に回答していきたいと思っております。というわけで早速いこうかな。心配になっちゃうな。やっぱり一個ずつダウンロードしながらいこうかな。そうしよう。一個ずつダウンロードしてそれを読んでいくスタイルにしよう。じゃあ1個目を出します。ででん。よいしょ。見えるかなラブレターだ、これは完全にラブレターをいただいておりますね。ちょっと読みます。背景、幼春の子、ますますご清聴のこととお喜び申し上げます。今まで何人かの VTuber さんを応援してきて、もやっとすることが何度もあり、その度に悩み苦しみ、ある一つの結論に出しました。やっぱりもちちゃんしか勝たない。もちちゃん最高。もちちゃん I love you。私は一生大好きなもちちゃんを追い続けます。嬉しい。ありがとう。これさ、覚
これをいただいたの。ごめん、すっごく遅くなっちゃって。3ヶ月前から現在まで気持ちに変わりはありませんか？どうしよう。ちょっと買ってんだよな。3ヶ月前と今ではちょっと違うんだよなみたいなことがあったらどうしよう。ちょっと待ってね、挨拶をします。りゃでんさんこんばんは。じんさんこんばんは。高評価押してくれてありがとう。フィルドソーさんこんばんは。いらっしゃい。みんな来てくれてありがとう。ストレートな人だ。ラブレターですね。ストレートな人ですね。もうすごい。アイコンからね、誰が送ったか透けて見えてしまう。ていうか、これアイコンなくてもね、もちみちこの文面で分かってしまった気がする。なんだろう、文章の癖というか、そういうのでね、もちみちは匿名なのに、これはきっとなんとかさんが送ってくれたもんだとか思いながら見てます。間違ってることももちろんあるかもしれないんだけどね。すっごく嬉しい。何人かの VTuber さんを応援してきてもやっとすることが何度もあり、もちみちVTuber さんをね、こう推したことということがあんまりないので、結構そのもやっとするみたいな話をね、ちょこちょこ聞いたりとか、タイムラインで流れてきたりするのを見たりするんだけど、あんまりね、そのね、どういうところにもやがあるのかがもちみちはいまいち分かっておらず、どんな時にみんなもやっとするのだろうか。そう、もちみちもね、これ気をつけようって思って、もちみちはさ、何にも本当に何にも分かっていない、その素のままでやってしまっているから、実はみんなにとってあんまりしてほしくないこととかもしてたりするのかなとか思ったり思わなかったりするのだが、どうなんだろうか。みんなもやポイントってどこにあるんだろう。これ答えにくいね。答えにくいよね。答えにくいこと聞いてしまった。でももちみちの想像の中だとあれかな、例えばすごく少なめの同説人数だったのに、すごい有名な人気者になってしまって、同説が500人とかになってしまって、全然応援してた時と比べて、昔応援してた時と比べて寂しいなーみたいな、そういうあれとかだったりするのかな。あとはなんだろう、わかんないな。もやしないからだ、もちみち。もやしないからわからないな。ジュンダーダさんこんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとう。今日は問答の回答をしております。でもね、このもやっとする中でももちみち好きだなって思ってくれて嬉しい。ありがとう。もちみちもね、もやっとさせてしまうことがね、きっとね、長いからね、これからもちみちおばあちゃんになるまでここにいるつもりだから、おばあちゃんになるまでの間には多分ね、50もやぐらいさせると思う。50もやで足りるかな。100もやくらいあるかもしれないね。100もやぐらいさせてしまうかもしれないんだけど、100もやさせてもついてきてね。もちみち頑張るので、100もやしてもみんなもちみちのことを見捨てないでくれたら嬉しいな。タカさんこんばんは。いつも元気もらってるって言ってくれてありがとう。とっても嬉しい。来てくれてありがとう。今日はもらったモンドの回答配信です。ちなみに今からね送ってくれてもちゃんと回答を配信内に送ってもらえればちゃんと回答していこうと思うので、よかったらみんな送りたいこととか質問したいこととか、この機に伝えておきたいぞもちみちということがあったら送ってね。アルバさん、わーこんもち
すごいテンションだ。ありがとう、来てくれて。今日はモンダの回答配信だよ。来てくれてありがとう。ハチンさんが大丈夫だよって言ってくれてる。嬉しい、ありがとう。101もや目にはね、101もや目にはさすがに100回我慢したのにこいつもやもやさせやがってと思ってもらっても大丈夫です。カスタムさん、もちみちさんにもやっとしたところ、今のところ全然ないな。ありがとう、ありがとう。よかった。まだ多分2もやぐらいだね。2もやぐらい。よかった。あと98もやできる。よかった。瀬戸さんこんばんは。来てくれてありがとう。いらっしゃい。私は自重します。自重されてしまった。でもこうしてね、押し続けるって言ってもらえて本当に幸せ。すっごく嬉しい。ありがとう。いや、本当にね、嬉しい。語彙が少ないからうまく伝えられないんだけど、もちみちはこうして応援してくれている。みんながいてくれるから頑張れてるので、本当に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 嬉しい。いつも元気をありがとう。ラブレターだったね。ラブレターありがとう。胸にしまいます。ありがとう。アルバさん、もちちゃんにもやっとしたことをちょっと数十年探してみますね。そして数十年後に何十もやだってよって教えて。何十年後くらいかな、50年後くらいに教えて。50年後 YouTube あるかな。 YouTube あってほしいな。ずっとここにいたいな。よし、じゃあ次です。どうもありがとう。これ名前言ってもいいの？ダメか。ダメだね。名前はやめておこう。どうもありがとう。いつもありがとう。次です。次。よしよし。次はこれ。よいしょ。もちみちモンドセレクション、なんでそんなに可愛いんですかが受賞しました。なんでそんなに可愛いのですか。もちみちモンドセレクションだとこれもちみちしかさ、いないんじゃないかな。これ選択肢がもうもちみちしかないんじゃないですか。大丈夫ですかこれ。残念ながら入賞できなかったもちみちなんちゃら、今回入賞したもちみちなんちゃらみたいな感じで全部もちみちで埋まっているのではないでしょうか。大丈夫これ。ありがとう。なんでそんなに可愛いんですか。受賞した。イエーイ、やったー、イエーイ。なんでそんなに可愛いんですか。なんでそんなに優しいの。なんでそんなにもちみちを喜ばせること言ってくれるんですか。賞を受賞しました。これを送ってくれた人は。どうもありがとう。嬉しいなー、嬉しいなー。カスタムさんが一つ気になったことがあるって言ってくれた。一つ気になったことあるかも。昨日のイベントでもっと VR ワールドツアーもしてますってアピールしてって思いました。もっと欲張って。もちみちさー、もちみち自分の PR めちゃめちゃ下手くそなんだよ。自分のアピール本当にね、本当にめちゃくちゃ苦手で、もちみちはこんなこともやってますっていうのすごい苦手なんだよね。でもやっていかなきゃね、やっていかなきゃ。押してくれてるみんなのためにもちみちはもっと大きくなりたいと思っている。みんなが自慢できるもちみちになりたいので頑張るよ。ハートいっぱいありがとう。もっと欲張ってって言ってくれるのすっごい嬉しい。ありがとう。もっと欲張るぞ。頑張る。ありがとう。あとハートの前に笑顔も送ってくれてた子いたね。ありがとう。増えてるよ。ありがとう。有名なセレクションにこれは金賞。何年でも連続受賞してください。ハートありがとう。見えてるよ。ありがとう。
有名なもちみちモンドセレクションでね、なんと受賞してしまったよ。やったー、イエーイ。なんでそんなに可愛いんですか、受賞。やったぜ。みんななんでそんなに優しいの？いつもありがとう。もちみちを調子に乗らせる天才だな。どうもありがとう。タカさん、もちみちでみちみちだね。どういうこともちみちでみちみち。すごい語呂がいいな。つい読みたくなってしまうね。もちみちでみちみち。もちゃりょうさん、もちちゃんもっと前に出てよいのよ。前ってどこ？前ってどこにあるの？前に出るよ。出たいよ。出る。頑張る。ありがとう。ハートいっぱいありがとう。見えてるよ。ありがとう。指だけ気をつけてね。でもありがとう。嬉しい。ハートいつもありがとう。トムノンノさん、こんもち来てくれてありがとう。今日はね、みんなからもらった質問とかお手紙とかに回答するモンドセレクションってそれ今気づいた。モンドに回答する配信をしておりまして、今もちみちモンドセレクションでね、なんでそんなに可愛いんですかを受賞したところ、やったー、イエーイ。モンドセレクション、そういうことか。モンド全然分かってなかった。あ、次のやつ2つ同時がいいかもな。今気づいてなかったんだ。気づいてなかったみんな気づいてたの？すごい。もちみち頭の回転が遅すぎる。モンドセレクション、この配信のことだった。間違いない。この配信のことだったんだ、モンドセレクションって。今ようやく気づきました。よし、じゃあ次だ。次の質問は2個続けて回答しちゃおうかなと思います。ででーん。いつも元気を届けてくれてありがとうございます。もちみちさんの睡眠導入動画が好きでよく聞きながら休んでいたのですが、ありがとう。 YouTube のバグなのかアップデートの影響なのか分かりませんが、ある時から途中で広告が流れるようになりました。ごめん。ぶしつけなお願いで申し訳ありませんが、もし可能であればお手すきの際にでも設定をチェックしていただけるととても助かります。これね、ちょっと次のやつもこれ緊急性が高いと思ってつぶやいておいたんだけど、ポスターの X で昨日睡眠導入動画の広告についてお願いしたものです。広告収益の権利という事情があるとはつゆ知らず申し訳ありませんでした。そんなことない。ごめんね。全然わかるわけないよ、こんなの。しかし最終駅化の日に、良さそうようなこと、そんなことないよ。そんなことない。もちみちさんの睡眠導入動画は大好きなので、もちろんこれからも聞き続けます。待って、もちみち今好きを大好きにしてしまった。ごめん、持ってしまった。好きなのでそれが広告収益の4000時間のラインの一助になれば嬉しいです。重ねてになりますが、いつも元気をありがとうございます。これからも応援してます。どうもありがとう。これね、ちょっとこれあれなんだよ、もちみちね、まだ広告の収益化ができていなくて、広告収益化って4000時間なんだよね。その4000時間に実はまだいていないのです。到達していないのです。1年間で4000時間だったかな。あれ違ったかな。1年だった気がする。ちょっと今確認します。あ、そうです。365日で4000時間の再生時間で広告の
設定とかね、収益化ができると設定とかができるようになって、この動画から広告を外すとか、この動画はこのタイミングで広告を入れるとか、最初にだけ流すとか最後にだけ流すとか、そういう設定が確かつけれるようになるはずなんですが、もちみちはね、その権利をまだもらえていないの。だから睡眠導入動画で広告が流れるとは全く思ってなくて、あ、流れちゃうんだって、もちみちなんだか勝手なイメージで1時間超えの動画とかは間に入る気がしてたんだけど、でそれより短い45分とかの動画は最初の広告だけかなーって思ってたんだけど、普通に間にも入っちゃうんだね。申し訳ない、ごめんね。これ睡眠導入でさ、せっかく寝ようとしてたのにさ、突然ね、大音量でティティティンティンティティーンって流れたらもう最悪だよね。最悪だよね、今寝ようとしてたのにってなっちゃうよね。だからもちみち頑張って4000時間行って睡眠導入動画から速攻で広告外したい頑張って4000時間到達頑張るよ。4000時間行ったらもうすぐ広告外すからね。もうちょっと待っててね。ごめんね。それとね、申し訳ありませんとか、本当にそんなことね、ないんだよ。本当にごめんね。これはもうもちみちのね、努力がね、まだ足りていないというだけで、全然嬉しかった。すっごく嬉しかった。こうやって睡眠導入見てるけど広告流れてびっくりしちゃう、眠れないみたいな意見ね、こういう意見すっごく嬉しいから、ありがとうね。申し訳ないだなんて思わないでね。嬉しかったよ。どうもありがとう。頑張るぞ。寝落ちしかけてる時に楽天カードはびっくりしますね。びっくりするよね。びっくりするよね。申し訳ない。申し訳ない。まだだったのか。もっと回さねば、もっとアーカイブ回さないと。七星さん、あれもちみち挨拶できてたっけ。こんばんは、いらっしゃい。来てくれてありがとう。アーカイブもずって言ってくれてありがとう。マカさんこんばんは。広告は気合でどうにかします。気合ありがとう。気合でどうにかなるかな。もちみちも頑張るよ。ありがとう。せいやさんこんばんは。いつもショートでおはようありがとうございます。元気です。ショート見てくれててありがとう。今日もここに来てくれてどうもありがとう。こちらこそいつもこうしてね、こういうコメント元気出る。いつもありがとう。今日はモンドの回答配信、質問とかね、お手紙とかもらったやつに対して回答をしております。ちなみに今はね、睡眠導入動画、もちみちは睡眠導入動画を3本出しているんだけど、それを見ている最中に広告が流れちゃうのがどうにかならないかなという相談でした。で、今はね、4000時間中、もうちょっとだよ。3823時間いってる。あとちょっとだ。あとちょっとでもないか。180時間くらい。頑張る。180時間いって4000時間いったら睡眠導入動画各種3本から広告を外すぞ。キツネです。お元気そうでよかったです。もしかしてキツネさん、こんちゃんのキツネさんでしょうか。わー、ありがとう。来てくれて嬉しい。でも今活動してるかわからないかな。もしもちみちが同じ想像してる通りの方だったら、昔ねVR チャットの解説とか紹介とかでコラボをさせてもらっていて、すごいねクオリティの高い動画ですごいもうめちゃくちゃ素敵だったんだけど、最近は活動していないのかな。お元気そうでよかったですってこうして来てくれて嬉しい。ありがとう。ハートありがとう。ハート見えてるよ。ありがとう。あと200か。すぐかな。マッコさん今日で達成だ。今日で達成今日で達成できる？
できない何時間配信すればいいのアルマさんライブ配信で初見です。招待いつも見て元気もらってます。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、とっても嬉しい。こうして配信にも来てくれてありがとう。もちみちもこのコメントですごく今元気出たよ。どうもありがとう、いつもありがとう。ハートもいっぱいありがとう。みんなハートありがとう。見えてるよ見えてるよ、ありがとう。よし、じゃあ次の質問、お手紙かな。次はどっちかなに行こうと思います。これはでもあれかな、もう結構昔の話になっちゃって、もう今の状況と違うかもしれないのだが読んじゃう。聴覚過敏のため治るまで1ヶ月くらい配信に行くのをお休みするざます。これはもちみちの読み方が合ってる。ASMR も飲酒雑談も聞けないな。悲しいざますね。匿名で言っておいてなんざますが忘れられないよう祈っているざます。忘れるわけないじゃん。治ったのかな。お耳治ったの。もちみちずっと気になってたんだよ。そのね、治ったかどうか聞けてないままこうして来てくれるようになってるから、きっと良くなったんだろうなって思ってるんだけど、大丈夫？きっとね、これあれでしょ、ちょっとしたストレスとかが原因なんじゃないかなって思ってたんだけど、今はもう良くなったのかな。心穏やかに過ごせているかな。そうだといいな。そしてね、忘れるわけないじゃん。アーカイブもね、見てくれてありがとう。いつもありがとう。ASMR ようやくちょっとずつ 3D マイクというものが分かってきたので、ちょっと頑張っていこうと思いますネガセさん、こんもちじゃない、こんみち来てくれてありがとう。嬉しい、ありがとう。こんもちじゃないパターンだ。こんみちねありがとう。ハートいっぱいありがとう。聞こえてるアピールが入りました。よかった、よくなったんだね。本当によかった。でも聴覚過敏系のね、耳系は結構繰り返すっていう話を聞くからね、もしかするとまたこういうことが起きちゃうかもしれないんだけど、その時はってなっちゃうと思うんだけど、もちみちはね、忘れたりしないからね、大丈夫だからね。なんかその日のために先に言っておこうって思っちゃったリストさん、こんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとう。ヘイスクリーパーさん、わー、かわいい顔文字でこんばんは。来てくれてありがとう。ハートいっぱいありがとう。ハート見えてるよ。ありがとう。よし、じゃあ次に行くぞ。次はこれはもうね、公開してしまったので公開してしまったので、これはもうあれなんだけど、もちみちさん、こんにちは。初面言配信見られて楽しかったです。ありがとうございました。君の1ピクセルが大好きなので、アンサーソングがあると知ってとても聞きたいと思っています。未完成とのことですが、配信で聞けたりも難しいでしょうか。もちみちさんのやりたいことをやってもらった結果、いつか受け取れる形になってくれたら嬉しいです。この最後の一文にもちみちへの気遣い、心配りをとても感じる。どうもありがとう。これはね、君の1ピクセルっていう曲がもちみちのオリジナルソングで存在してまして、それのアンサーソングに僕の1メモリーっていう曲があるんだよーって雑談で話した時のやつだね。で、僕の1メモリ作ってはいたんだけど、完成してなくて、完成まで程遠くはない。8割できてた。けど、もちみち8割作って放置することがすごく多いので
ので程遠いなと思っていたところ、こういうコメントをいただいて、じゃあやろうって思って作って配信で披露させていただきました。どうもありがとう。これがなかったら多分ね披露していない。どうもありがとう。作り切らせてくれてありがとう。もちみちはオリジナル曲がいくつかあるので、もしよかったらみんなも歌枠とかねやるときあるので、また聞きに来てね。エンディングまでやったら物語終わっちゃうけど確かにね、確かに完成させたくないみたいな、逆にねそういうのもあるね。最後までやりきらないで放置しちゃうのわかる。8割放置めっちゃわかる。共感してもらえた。で、そうなの。8割やって完成が見えると、あ、やったーって思って、なぜか突然ゼロスタートの違うものに手をつけてしまうんだよね。よかった。共感してくれる人がいた。ハートいっぱいありがとう。見えてるよ。ありがとう。完成のきっかけになった大事なものでしたね。本当にそうだね。完成のきっかけになった大事なモンドでした。もう間違いない。七星さん、分かりみ分かってくれた。8割放置、そうなんだよね。8割できたら、よーし、8割できた、次みたいになっちゃうんだよね。そうして手元に8割未完成放置の作品が何個あるんだろう、もちみち。10割でね、10割やりきれる人になりたい。アラバさん、僕もバーチャル楽しいってまた聞きたい。嬉しい。これね、騒がしいからなかなか夜の配信でできないんだけど、バーチャル楽しいソングもね、またやりたいな。あれは完成させるかな。完成させるかもしれない。ペコママさん、こんばんは。来てくれてありがとう。今日はね、質問とかお手紙に回答する配信をしてます。ゆっくりしていってね。ハートいっぱいありがとう。見えてるよ。ありがとう。アロマさん、8割ストック増えてきますよね。増えていくんだよ。8割でストックするからもう当たり前なんだけど、どんどん増えていっちゃうんだよね。なんとかしたいところ。なんとかしたい。10割やりきれる人になりたーい。じゃあ次に行きます。次はね、多分、2つ続けてないかな。2つ同時に表示しちゃおうかな。よいしょ。はい。もちゃんはどうしてそんなに可愛いんだ。もちゃんはなんでそんなにめんこいんだ。ありがとう。嬉しい。めんこいはあれだね。北海道とかね、北の方の言葉だね。ありがとう。嬉しい。かわいいめんこいと言ってもらえてとっても嬉しい。姉さんこんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとう。ハート。もうハートがずっと流れている。嬉しい。ありがとう。ね、匿名じゃないぞ。もちみちね、気づいたの。モンドって匿名じゃなくてもいけるんだね。だから今一瞬これ2つ並べていいかなって思ったんだけど、いやこれ間違いなく2つ並べても問題ないだろうって思ったので、片方匿名で片方は名前が出ているんですが、並べちゃいました。北の民がおるな。一人匿名じゃないね、北の民がね、めんこいってもう完全に北の方言なのかな。なんか結構ね、北海道の言葉って北海道開拓地だから全国いろんなところの方言が混ざってるんだけど、ので元々の言葉はどこかの県のものっていうことが多いんだけど、めんこいもそうだよね。きっとどこの言葉なのかな。
何やらテンションが高い。あ、もちみちかな。もちみちこれそれともこっちのモンドのことかな。もちみちはね、これがなんと通常なんですね。ちょっと落ち着こうか。もちみちは結構ね、配信時はいつもこんなテンションかもしれない。よし、ちょっとお茶を飲みます。見るたびにハートが流れてて嬉しい。ありがとう、ありがとう。めんこいは東北ですね。東北も使うね。そうなんだ。北海道も使うよ。そっか。やっぱり北の方の言葉なんだね。チル道ですね。そうだね。チルしていこう。チルしていこうって。このテンションでチルしていこうっていうのはおかしいな。チルして参りましょう。違うな。これも違うな。わかんない。チルしていこうってどういうテンションで言うの？よき。よかった。じゃあこのテンションのままいっちゃおうっと。もじゃりょうさん、もちみちもお茶って言ったじゃん。まあお酒なんですけどね。もう一杯飲みます。もう一杯じゃない、もう一口。匿名にしててもなんとなく名前が貫通してますしね。そう匿名にしててもね、名前がね貫通して見えるよね。なんでなんだろうね。ハートありがとうね。見えてるよ。ありがとう。よし、じゃあ次に行こうかな。じゃあ次はあれ、もしかして声これくらいで大丈夫かな。うん、よし。次はこれだ。これは匿名じゃないぞ。今まだいるかな。さっき挨拶に来てくれたけど。よし。もちみちさんはスランプになってしまったらどうしますか？僕は切り替えがなかなかできず引きずってしまって同じところでつまずきやすいです。切り替えるのに良いものなどあれば教えてください。切り替えか。そう、これはね、リヒトさんからです。リヒトさん、ありがとう。難しい、これ、そう、もちみち、これすごいもらった時からすごい悩んでいたんだった。そうだなスランプになってしまったら1個ずつ回答しようかな。スランプになってしまったら、スランプか。このスランプがどんなスランプかによるんだけど、例えばもちみちの場合、チャンネルにしようかな。もちみちチャンネルでスランプに陥った場合は、もちみちの場合は毎日継続してるおはようショートがあるから、スランプに陥ってもとにかく継続をやめないことかな。たまにねあるんだよね、もちみち。こうまくいかないなーっていう時あるんだ。なんだろう、うまくいかないなーっていうのは、うまく言葉が出てこなかったりとか、なんかいつも同じようなことばっかり言っちゃって、みんなにもっと気の利いたこと言ってあげたいのに、毎日同じようなこと言っちゃう。こんなんでいいのかなーみたいになっちゃう時が毎日やってるからね、2ヶ月に1回くらいあるんだけど、それでもとにかく自分を信じて、周りを信じて、受け取ってくれるみんなを信じて、とにかく継続かな。継続をやめないこと。スランプに陥っても、もちみちの場合はね、そのまま続けることで、いつか抜けちゃうかな。で、この切り替えだよね。多分このスランプになってしまったらと、引きずってしまって、ちょっと
スランプというか落ちちゃうとかかな。落ち込んじゃって切り替えができなくて引きずっちゃって同じところでつまずいちゃうみたいなことかなって思うんだけど、何か失敗して落ち込んじゃうときあるよ。すごい全然いっぱいある。失敗して落ち込んじゃった時の切り替えか。もちみちの場合は視点を変えることかな。これね、うまい。このリヒトさんの体験とかに寄り添った形で回答できればいいんだけど、もちみちの場合はっていうのがついちゃってごめんね。例えば仕事で失敗しちゃった時、もちみちね、めちゃめちゃあるんだよね。もちみちは仕事で失敗をしまくっているからね。もうすごい忘れっぽいから、タスクが溜まってくるとね、最初にあったタスクがポコって頭から抜けていってしまって、あれどうなってますかって言われて、しまったトゥートゥーには乗ってるのにみたいな結構ある。本当に仕事関係者の皆さん申し訳ございません。結構ある。でもそれはもうやっちゃったもんはしょうがないし、もう申し訳ございません。申し訳ございませんでしかないんだけど、申し訳ございませんの沼に入ってったら手が動かなくなっちゃうから。でもね、もちみちはその日やっぱり申し訳ございませんの沼から抜けられないこと結構あるんだよね。その日一日とにかく手は動かすんだけど、その沼から抜け出せるのは結構時間がかかるタイプで、そうなったら仕事が終わったら、その仕事のもちみちさんではなくなって、もちみちただのもちみち、こうポテポテ歩いているもちみちに切り替えられるので、一旦こう仕事にもちみちからただのもちみちになるようにしてる。こう立ち位置立ってる場所を変えると視点っておのずと変わるから、仕事にもちみちのポジションにギュッて踏み込むときと、そうじゃなく個人のもちみちにギュッて切り替え、これでも切り替えがうまくいかないって言ってるんだもんね。考えすぎかもなんですが、落ち込んでしまいがちです。そっか、落ち込んでしまいがち。わかる。でもそこにね、もう悶々とこう沼にはまってそれをずっと見ちゃうと本当にずーっと落ち込んじゃうんだよね。だからもちみちね、そうなっちゃう気持ちめちゃくちゃわかるんだけど、そうなっちゃうリヒトさんのことはすごい心配しちゃうから、そうなってほしくないなーって思うんだ。なのでそうだな、それを見ないようにするのは結構至難の技だよね。ついついさ考えちゃうもんね。頭の端っこに置いやってもさ、だってずっとあるんだもん。そうなったらずーっとそこにねあったりしちゃうから、やっぱり考えないようにするっていうのは一つの答えだけど、考えないようにするができないことも全然あるから、そうだな、その考えすぎちゃう理由を自分で掴んでおくといいかもしれないね。なんで考えすぎちゃうのかってなった時に、もちみちは申し訳ございませんってなる理由って、私こんなミスしちゃった、私ってこれだけできるはずなのにこんな些細なミスをじゃなくて、もちみちの場合は関係者に迷惑をかけてしまったって申し訳ございませんの沼にはまるタイプ。
自分の理想からかけ離れたことをしでかして落ち込んでしまうみたいな人もいるだろうし、自分への評価がこういう風に自分が見られてしまうのではないだろうか、全然できないやつだと思われちゃうんじゃないかなみたいなので落ち込んじゃう人もいるだろうし、もちみちの場合は誰かに迷惑をかけて誰かのリソースを取ってしまったみたいなところにすごく落ち込むタイプ。役に立っていないと自分の存在価値を証明できないみたいに思い込んでたタイプだったんだよね、昔は。今は違うよ。昔はそうだったから、その名残で誰かの足を引っ張ってしまったとか、誰かの時間をすごく取らせてしまったってなったら、うわーってすごい落ち込んじゃうんだよね。これは未だにあるかもしれないな。だからどうして自分がその切り替えができないのか、ずーっとその落ち込んじゃうのか、なぜそうなるのかを知るとちょっと違うかもしれない。なぜそう思うか、人の時間を取ってしまった、申し訳ないみたいなところって、もちみちの場合はその人たちから嫌われたくないなとか、その人たちに対してもちみちという価値を、存在を証明しなくてここにいてはいけない気がするみたいなのが根本にもともとはあった。でもそれって多分本当に自分の中だけのもので、別に誰かに存在価値を誰かの役に立たなくても立てなくても、もちみちはここにいてもいいし、誰かにとって便利なもちみちじゃなくても、もちみちはもちみちを愛しても良いのだということにね、気づけてからは、そういう気持ちの切り替えが上手に昔よりはなったかな。のでその瞬間、別に役に立つもちみちって仕事ではね、その業務において役に立ったりしなきゃいけないけど、個人のもちみちはそんなのしたこちゃないからね。したこちゃないまで言っちゃうと強いな。それはない。そこまで強い気持ちはないんだけど。でも個人のもちみちとしては、もちみちはもちみちの時間を楽しんでいいはずだし、もちみちはもちみちを大事にしていいはずだから、そういう風に切り替えていたかな。なのでリヒトさんが今どうして落ち込んじゃうのか、その落ち込んだままどうしてそこから抜けられないのかっていうところが知れると、切り替えがしやすいのかもしれない。でもね、これね、一人だと難しいんだよね。きっとなかなかずーっと落ち込んでいっちゃったりするから、それこそプロのね、コーチングしてくれる方とかカウンセリングしてくれる方とかね、そういう人に話を聞いてもらうのもいいだろうし、あとはもちみちはAI とかチャット GPT とかクロードとかね、そういう子たちの無料版だとなかなかね、うまく会話が成り立たないこと多いと思うんだけど、有料版だとすごくね、ちゃんと会話が成り立つので、自分のその深層心理に迫る上では、人に迷惑かけちゃうみたいな思いのある人には AI との対話はすごくおすすめだな。だって相手は人じゃないから迷惑だなとか、そういうの必要ないんだよね。でもね、そういう人って AI にまで気を使うんだよAI にまでね、気を使わなくていいのに AI にまで配慮して気を使って、なるべく相手を傷つけないような言葉選びをしてってやってる自分に気づけるんだよね。それすごく貴重な体験だと思うどうしてそんな風にしちゃうんだろうっていうことに向き合えるから、
そういうのが大事かもしれないなーって思います。回答になってるかな。もちみち、もちみちはね、とにかくこの気持ちすごいわかる、共感すると思いつつ、リヒトさんにはそんな思いをしてほしくないなーっていう気持ちがある。だって辛いもん、すごい辛いもん。それで眠れなくなったりさ、目を閉じた後にさ、その不安と戦って眠らなきゃいけなかったりするんでしょ。そんな思いしてほしくないなー。だからなんかうまいもちみちの切り替え、切り替え。なんかコメント欄でいっぱいみんな考えながらだから全然コメントを見れていなかった。みんなコメントで結構アドバイスをしてくれているかもしれない。タカさんは、俺は過去とか未来を想像してストレスになる系は、今を生きようと思ってスパッと忘れるタイプ。おー、考えすぎてローテーションになるといいことないって決めつけてる。確かに、そうやって決めつけちゃうのも大事かもね。思考暗示をかける。こんな風に思っても、考えてもどうしようもないって強く思い込むっていうのも必要かもしれないね。あとは、いやでもリヒトさんの場合はもちみち今までリヒトさんのコメントとかこういうのを見て思うのは、もっと自分のこと自分の価値を信じてほしいなーっていうことかも。もちみちはね、リヒトさんのコメントにすごい元気をもらえるし、リヒトさんがこうして来てくれてすっごく嬉しい。だからなんかこう自分を小さく見積もらないでほしいなーって思う。きっと優しいからね、人に合わせて人のために生きてきてしまったからこそ、なんだか自分のことよくわからないってなっちゃう時あると思うんだけど、自分を小さく見積もらないでほしいな。もちみちはリヒトさんのこと大事だからね。リヒトさんも自分のこと大事にしてほしいな。考えすぎちゃう、真面目に取り組んでいるってことでもありますしね。カスタムさん、確かにそういう言い換えも大事だよね。考えすぎちゃうっていうことは、その人が真面目だったり優しかったりね、そういうポジティブなワードで切り替えるっていうのもすごく大事だよね。ムロイルさん、こんばんは。もちみちさん、今日ももちもちしてますね。もちもちしてるもちもちしてるかな。ありがとう。褒め言葉かな。褒め言葉かどうかわかんないけど、ありがとうって言っちゃったありがとう。やけもちさん、こんばんは。来てくれてありがとう。ジンさん、気持ちを切り替える自分だけの動作を作るとかありかも。パチンして深呼吸とかね。なるほどね。確かに。こうしたら切り替えるっていうのを脳にね、染み込ませる。覚え込ませるっていうのは大事かもしれないね。そういうのありだね。世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。いや、もちろんね、本当に AI はね、もう自分を映す鏡であり、自分の深層心理にたどり着かせてくれる存在だと思うから、カウンセリングって結構こう自分が何を思ってるかみたいなところを誘導してもらってたどり着けたりするみたいなものが多いと思うんだけど、本当に自分の本当の
内側に何がいるのかみたいなやつ。でも人相手だとすごい遠慮しちゃったりする。もちろんカウンセリングはプロの人だけど、そのカウンセリングに行くまでがハードルが高かったりすると思うんだよね。もちろん AI ってカウンセリングのプロじゃないから全部を信じることはできないと思うんだけど、でも時間をね気にせず、相手の感情を気にせず、自分の話をずーっといつ何時でも自分と向き合う時間を作らせてくれるっていう意味では本当におすすめです。どこかで息抜きしないとね。どこかで息抜きしないとだよね。息抜き大事。で、こばばさん、仕事でやらかした時に関しては、今仕事のこと考えたら無賃労働で損だ確かにそうだよね。無賃労働だよね。今そう仕事のこと考えない。もちみちもそうしてる。今は個人のもちみちだから仕事のことは考えないぞ。もう絶対にだって考えちゃうんだけどねでもそういうの大事。自分のこと小さく見てるのは合ってる。もちみちさん含め皆さんアドバイスありがとうございます。リートさん辛くなっちゃうときこれからもきっとあると思うんだけど、美味しいものを食べてあったかい飲み物を飲んで楽しいことをしよう。大丈夫。そんなね大したことあるものって自分の中で大事なものだけだから。仕事って生きてく上では大事だけど、自分の価値観において大事な人ももちろんいると思うんだ。でもその大事じゃない人もいるだろうし、仕事じゃないところ、でも友達とかの大事なところでやらかしちゃった引きずるみたいなのもあるよね。でもその大事なものだけ大事にできればいいと思うんだ。リヒトさんはね、大事じゃないものまで自分を大事にしてくれないものにまで自分を消耗してるんじゃないかなって思うから、選ぼうね。その自分を削ってもいいと思えるものにだけ削ろう。削られちゃう時があるのはしょうがないんだけど、自分から削っていかないようにしてほしいな。心配しちゃう。やきむちさん、不安や夜が寝れないとか人のことを考えすぎるとか抜け出せない場合は一旦メンタルクリニックをお勧めしますよ。あまり考えすぎると私も同様に不安症からうつ病や双極性障害になりかねませんから。そうだね。そうだね。それで言うと大学とかの心理相談が存在してるんだけど、それを知っておくと多少楽かも。今メンタルクリニックにすぐ行くぞっていうのがハードルが高い場合は、大学にねすごく安くカウンセリングを受けられるシステムが実は日本って存在していて、その大学の専門的な人たちに心理相談ができたりするんだよね。カウンセリングを受けられる、2、3000円ぐらいで受けられるシステムが存在していて、2時間とか受けれるんだけど、そういうのを家の近くで存在してるかをまず調べて、お守り代わりにしておくのもいいかもしれないね。ラフに生きよう。そうだね、本当だね。みんなラフに生きられるといいよね。そう、もちみちね、昔人に言われて未だにね残ってる言葉があって、もちみちはかなりこの言葉に救われたんだけど、お前のことなんて誰もそんなに気にしてないよって言われたのもちみちって昔から人から相談とかを受けやすくて、それこそ深夜のね2、3時とかに電話がかかってきて、朝まで相談に乗ってすごい体が辛くなっちゃってた時期とかがあって、でももちみちを頼ってくれたんだからって思っていたんだけど、そういうことが結構多かった。
もうすごくいろんな人からそういう風に頼られがちで、もう心身を消耗していた時期があったんだけど、その時にお前自意識過剰だよ、お前のことなんて誰もそんなに気にしてないよって言われたの。もちみち本当にそれがね、すごく救いだったんだよね。あ、そっかって、もちみちみんながこんなに頼ってくれるんだから、ちゃんと全部で答えて全部で返さなきゃって思ってたけど、そうかもって、もちみちのがこれだけ考えてるけど、その子たちがもちみちのことをそこまで考えてるかというと、そうじゃないだろうなーって気づいたんだよね。もちみち自意識過剰だったなーってもちみちのことなんて誰もそんなに気にしてないんだから、自由に楽しくいいきよってなったんだよねすごくね、嬉しかったしありがたかった、そうやって言ってもらえて。なのでみんなにもこの言葉を送っておきます誰もお前のことなんて気にしてないよ、お前自意識過剰だよですもちみちはこれで救われたんだけどね、誰かにこの言葉を言うつもりはないな。でももちみちが言われた言葉として、もちみちが救われた言葉として送っておきます。でもこれいざ言ってみると、もちみちは誰かにこの言葉を言いたい気持ちは一切ないな一切ないなひどいようにも聞こえるけど真理、半分くらいでも義理を果たしてる。鋭い言い方ではあるけど一つの真理ではある。私仕事してたらお前の代わりはいくらでもいるから、私にはショックでした。そうだよね、頑張ってるのにそれはないだろうって思いました。これ言ってる人のその言葉の中身の気持ちにもよるかもね。もちみちの場合は心身消耗してた時に言ってくれた言葉だった。仲のいいお友達から言われた言葉だったから響いたんだと思う。例えばこれが全然もちみちのことを気にしてないどころか、もちみちを多少見下してたりバカにしてたりとか、いやもちみちなんてどうでもいいと思ってる人から言われた言葉だったら全然違う受け取り方したと思うな。だから代わりはいくらでもいるから、もうその言葉通りのあれだとすごく辛いけど、他にもやれる人いるから無理しないで休んでいいよだったら多少ね違った気がする。やっぱり気持ちだよね。気持ちが大事。カリオさんこんばんは、いらっしゃい。来てくれてありがとう。そしてハートをいつもずっとありがとう。でもね、難しいよね。生きてくって難しい。みんな毎日頑張ってて偉い。本当に偉い。よし、じゃあリヒトさん、何かあったらまたモンドを送ってね。無理しないようにね。本当に無理しないようにだよ。辛くなったら、もちみちはずっと毎日ここにいるからコメントしてくれていいし、でももちみちに相談するよりきっとね、本当に辛くなった時は専門家だよ。これはもう間違いないね。よし、次だ。これもなかなかこれちょっと待って、1ヶ月前か。今状況どうなってるかな。今日来てくれてないと思うんだけど、どうなってるかな状況。よし、じゃあちょっと読みますね。いつも朝の何気ないおはように、今日も頑張るぞと元気をいただいています。ありがとう。さて質問なんですが、自分の言動が原因で彼女から疲れたから距離を置いてほしいと言われた日から全く連絡の一つもお互いしていません。
待てと言われたのでいつまでも待つつもりですが、正直いつまで待てばいいのかわかりません。このまま自然消滅なのでしょうか。自分から終わらせることはないですが、相手任せでいいのかとも思ってしまいます。もしもちみちちゃんだったらどうしますか？ちょっと待って、その前にリヒトさんがコメントくれてるから読むね。今日は皆さんともちみさんのおかげで嬉しい気持ちでいっぱいになりました。よかったよかった。こういう嬉しい思い出がリヒトさんの辛い日を守ってくれますように。ね。嬉しい思い出いっぱい作っていこうね。タカさん、世の中全員もちみちになってくれたら明るくて平和な世界なのにな。世の中全員もちみちになったら世界が崩壊してしまうよ。いろんなインフラが滞って、いろんなことがやらかしが起き、いろんな医療ミスが起き、すべてが崩壊に向かいます。カスタムさん、誰かの仕事があなたを救うように、あなたの仕事もどこかで誰かを救っています。過去の私を救ってくれたので、私も気負いすぎずにそうしています。そうだよね。そう、誰かの存在は誰かのためになっている。と、もちみちも思う。今ね、誰のためにもなっていないみたいに思う人もいると思うんだけど、少なくとも今この配信を聞いてくれている限りはもちみちのためになっている。もちみちはみんなが来てくれるからも元気が出るからね。いつもありがとう。ポン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 、やきもちさん、やきもちさん合ってるけど自己評価いやーねー、いやー、世の中全員もちみちになったら大変なことになってしまうよ。さて、この質問なんだけど、自分の言動が原因で、これ前にね、配信でもこの話したね。あの配信からもう2ヶ月、1、2ヶ月経つな。どうなったかな。あれ以来、まだ来てくれていないからどうなったかわからないな。今どういう状況かがわからないので、この当時の状況のこの質問の中で回答しようかなと思います。自分の言動が原因で彼女から疲れたから距離を置いてほしいと言われ、この自分の言動が原因でこの言動がどういったものかにもよるのと、彼女との付き合ってる期間、時間にもよるとは思うんだけど、一旦それを加味せず、いつまで待てばいいのか。待ってほしい、距離を置いてほしいと言われか。ちょっと待ってね、お茶飲むね。いや、状況がわからないからな、なんとも言えない部分ではある。ただ、彼女の雰囲気とかがどういう方なのかにもかなりよるなと思っていて、その彼女さんがすごくクールな現実主義的な方なのか、それとも感情的なタイプの方、気持ちを優先するタイプ、わー嬉しいとか楽しいとか悲しい寂しいのタイプなのか、事実ベースで喋るタイプなのか、状況を知らせるタイプの喋り方をするか、感情で知らせるタイプの喋り方をするかにもよってくるんだけど、この疲れたから距離を置いてほしいが、本当の意味でちょっと距離を置きたいなのか、距離を置きたいの中に寂しいとか不満が混ざっているのかによって結構違うなと思っていて、距離を置いてとにかく自分一人で考えたいんだっていう人と、
やだ距離を置きたいっていうタイプの人とでだいぶ違う、状況違うなっていう気がしていて、もうやだ別れるは極端な例なんだけど、このもうやだ別れるって女の子で言いがちだったりするセリフではあると思うんだけど、その中にあるのって別れたいじゃないんだよね。なんでそんなひどいことするの？なんでそんなこと言うの？どうしてそんなひどいの？もっと構ってよだったり、そういう言葉、気持ちが言葉になって出てきたのが、もうやだ別れるだったりするんだよね。もちみちはね、どうかと思うんだけど、でも、そうなんだよね。だからこの、疲れたから距離を置いてほしいの、言葉の中身の気持ちがどっちかによって随分変わってくるなと思っていて、もうやだ別れるのタイプの気持ちが中身にあって、その出てきた言葉が疲れたから距離を置いてほしい。なのだとしたら、連絡を取るべきだし、本当に言葉の通りで、ちょっと考えたい。一人になりたい。誰かと付き合っている状況というのから脱して一人でいたいというのであれば、しばらくしてから状況どうって連絡を入れるのがいいのかなって落ち着いた頃にね。ほら、それこそ、1ヶ月待てるのであれば、後者の場合は、3、4週間とか、連絡頻度とか会ってた頻度にもよるけど、毎日会ってた、毎日連絡を取ってた、毎日会ってたはないか。まあでも、とにかく会う頻度も連絡頻度も高かったのであれば、2週間ぐらい。で、状況どうって送ってあげればいいと思うし、そうじゃなくて連絡頻度も会う頻度もそんなに高くないのであれば、3、4週間とか1ヶ月後とかに、あれからどうって連絡しばらく取らないで、お互い一人で過ごしたけど状況どう？元気にしてる？大丈夫？みたいな感じで連絡を取るのがいいのかなっていう気がします。逆にもうやだ別れるのタイプの彼女なら、もう速攻でそんなこと言わせてごめんなって抱きしめるべきだと思います。俺がそんな風に言わせちゃったんだよな、ごめんって抱きしめるべきだと思います。もう速攻で部屋に行くべきです。これどっちかによって随分変わるね。どっちの意味か判断が難しいところですね。カスタムさん、そうだね。どっちの意味なんだろうな。別れてじゃないから考える時間が欲しかったのかな。そうだよね。だからさ、そうだよね。どっちなんだろうな。現実的な事実ベースで喋るタイプの彼女さんなのであれば、考える時間が欲しかったなのかな、もしくは本当に一人になる時間が欲しかったなのかなんだよね。これ文章からだとわからないんだよね。アルバさん、そうなんだよね。もうちょっと状況が知りたいところだよね。でも何が原因なんだろうな。この自分の言動が原因で、彼女がクール系で好きとかそういう恋愛感情を言葉にしてほしくないタイプ、あんまりベタベタしたくないみたいなタイプの方だけど毎日好きだよとか、そういうのを送ってあげていたとしたら、それが重いみたいにねなってしまったのかなとかも思うんだけど、わからないね。
リヒトさんしつこくない程度でおはようって僕なら連絡するかな。ねえ、そうだよね。そういう、こう、いじらしさ、けなげさみたいなのがね、聞くというか、効果的なケースもあるよね。で、これはもうしばらく全く連絡取ってないと思うから、もっちゃんの言う通り軽い連絡を取るしか判明する手段がない。そうだね。そうなんだよね。彼女さんが何を思っているのか、それこそ気持ちベースの人だったら、言葉通りじゃないからね、気持ちが中身に入ってて、言葉は違う言葉で出力されてしまうから、本当にどんな気持ちなのかをね、言葉では読み取れなかったりするから、どっちかがなかなか判断つかないね。でも、感情ベースの彼女なら、そんな風に考えさせちゃってごめんなって抱きしめに行きましょう。で、もし連絡を取っていない中で、それをこれからやるのであれば、もうあれだね。いや、どうだろうな。もう平謝りしかないかもしれない。あれから1ヶ月君に連絡取らずにいたけど、全部俺が悪かった。本当にそんな風に思い詰めるようなことを言わせちゃってごめんね。かなぁ。これからも2人で一緒にいたいから、これからは思ったこととか何でも言ってほしいって言うしかない気がする。そうじゃなく現実的な場合はもう状況どうかな。ちょっと話せる？ちょっとカフェとかで2人で話したいんだけどって言って、静かな、こうカフェとかよりどこかもうちょっと静かなところの方がいいのかな。2人で話せる場所とかにね行って2人でお話しする。それこそ公園のベンチとかの方がもしかしたらいいのかもしれないだね。現に恐ろしき乙女心ねえ、乙女心はね、もうこれ男女で乙女でくくってもね、もう主語がでかいぞってなっちゃうかもしれないね。でも男の人でもいるよね。なんだろうな、気持ちに言葉をコーティングして違う言葉で出力してくるタイプの方、男性でも女性でもいるねでも現に恐ろしき乙女心、それはもう男女問わず乙女心ともちみちを言うと思いますタイムない会話をして続くようなら真相を少しずつ聞いてみる。確かにね、これが続くかどうかがちょっとわからないよね。難しいところだ。やきもちは今は大変だけど羨ましいですね。恋がしたいな。そうだね、恋ね。恋をしてるとね、みんな楽しいよね。毎日ちょっと明るくなるよね。ちょっと時間も経ったし、少し話さないってカフェにでも誘ってみるしかないか。ちみちもそうだと思うな。なんとなくね、この彼女さん、もうやだ別れるんじゃない気がするよね。なんとなくだけど。なので、誘い出すがいい気がする。アラバさん、我には理解できるものなり。現に恐ろしき乙女心かな相手できたことないのでこれ以上はお手上げですねえ、人と人との関係だからね、なるようになるし、こう自分がこうしたいもあるけど、相手が何を考えてるかに頑張って寄り添うしかないのかな。ハートいっぱいありがとう。なんかコメント欄が恋はもういい、なんか破局勢とかなんか悲しくなっているそんな悩みができること自体贅沢だって思わなきゃ。なるほど。
話し合ってみようぜ。そうだね、話し合うしかない気がするな。相手が何を考えてるかはね、想像してもわからなかったりするからね。もうとにかく相手に寄り添っていくしかないのかな。じゃあ次に行きます。よし。ちょっと待ってね。次です。あと、はしゃこさん、何かあったら教えてね。よし、次です。もちみちさんが、まさか、イニシャル D がお好きとは、なんか嬉しいです。自分も昔めっちゃハマりました。そのおかげでユーロビートも好きになって、今でも聴いてます。もしかしたらご存知かもですが、ネタ漫才のイニシャル D のパロディをおすすめさせてくださいというね、YouTube の動画がいっぱい貼られてきました。これね、バラエティ、お笑いかな？バラエティ番組の、歌ネタみたいな YouTube 動画でした。これはちょっとコメント欄にポチッと貼っておきます。よいしょ。貼れないんだ。リンクって貼れないの？これ貼れないんだ。知らなかった。チャット欄ってリンク貼れないんだね。なるほど。どうやら貼れなかったので概要欄に載せておきます。紹介してもらった動画。みんな興味があったら見てみてね。面白かった。もちみちはもう見ました。よいしょ。今概要欄に貼りました。もしよかったらみんな見てみてね。これはね、もちみちイニシャル D 好きなんだよね。イニシャル D ってみんな知ってる？車のね、走り屋の話だね。昔のアニメ、漫画なんだけど、もちみち漫画は見たことなくてアニメしか知らないんだけど、絵があんまり得意じゃなくて、ずっと見たことなくて、でも名作というのはずっと聞いてて、見てみたいなーぐらいに思ってた時に、なんでだっけ？誰かにおすすめされて、もちみちおすすめされたものはとにかく一回は絶対見てみるぞっていうタイプなんだけど、それで見て、もうめちゃくちゃ面白かったの。イニシャル D って必ず同じ展開を迎えるんだよね。主人公が86って呼ばれるちょっと古めかしい車に乗ってるんだよね。なんかもう作品の中では、いや86なんてそんなんでこう勝てるわけないだろみたいな、86が俺に挑むだと、まったく身の程知らずめみたいな、なんかスポーツカーに乗ってから来いみたいな感じで言われるの。でも主人公の匠はね、しかもその86ってお店の主人公の匠が豆腐屋さんの息子さんなんだけど、その豆腐の配達でね、その86を使っていて、だから豆腐店って書いてあるの。お店の名前が86の横にね書いてあって、まあとにかく作品中ではダサいみたいな扱いをされるんだけど、でその豆腐屋さんの配達用の車で、その匠はね、もうめちゃめちゃ配達が早いの。しかも豆腐だからお水に入っている豆腐がね、揺れたり水がこぼれたりしないように運ぶんだけど、それがもうめちゃめちゃ早い。ドリフトとかをしまくってるのに豆腐の水が一滴もこぼれないんだよ。でそれが何なのかというと、そのドライブテクニックをねすごい磨けていたっていう、その配達でいろんな人がとにかく86をバカにするの。86なんてよみたいな。しかもなんだよあれみたいな感じでね、もうめちゃめちゃバカにして、で、すごいイキり倒すんだよ、敵が。で、俺は、この、なんとか地域のなんとかだぜみたいな、なんか通りだみたいなのとか持ってて、でも俺は誰にも走りじゃ負けねえみたいな感じで、しかも周りの人とかもその人に負けたりするの。で
満を持して主人公の匠がね、すごいなんか主人公っぽくないの。俺がやるんですか？もういいですけどみたいな、もう超ダウナー系男子のローテンションで、全然あんまりその勝負事とかに興味なさそうな感じの男の子がスイーってその敵をねやっつけていくの。しかもなんか敵も最初はなんかもう86なんかに俺は負けない、ほらな俺の方が早いだろみたいな感じでもういきり倒すの、最初の勝負の時に。でも徐々に86に追い上げられてきて、なんでだなぜだみたいな、もうね、冷や汗をめっちゃかきながら最後には86に抜かされて、なにーってなって、で匠が涼しい顔してゴールして、もうめちゃめちゃ離されたりとかしながら匠が勝つの。もうそれがめちゃくちゃ気持ちいいすごいスッキリするのもうね、めちゃめちゃ楽しいの。イニシャル D、発音違う ?86？ はい？待って、どれ発音と違う。発音が独特。どれ何待って、どれ ?86、イニシャル D、匠。どれが違った？嘘、もちみち何か違う発音した。イニシャル D の言い方が少し癖ありますね。イニシャル D？ イニシャル D ってイニシャル D じゃないの？イニシャル D？ 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 そういうこと？全然知らなかった。そうなの？イニシャル D？ イニシャル D？ 合ってる？発音指摘されると思わなかった。イニシャル D、イニシャル D、イニシャル D じゃないんだ。ここに来て、もちみちね、こう、アクセントがね、変なんだよ。直してるんだけど、直ってきてると思ったんだけどな。たまにね、アクセント変な時あります。教えてくれて、ありがとう。そして、すごい、イニシャル D、イニシャル D、イニシャル D、あれどっちだ？イニシャル D、イニシャル 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 D のについてめちゃめちゃね、語ってしまった。いや、この作品くらいしかその発音にならないから大丈夫。よかった。もうね、とにかくね、イニ D 楽しいです。イニ D にしよう。イニ D で合ってるかな？そう、イニ D 面白いの。時代劇みたいな感じ。時代劇もさ、だいたい敵がさ、なんかさ、いきり倒してさ、周りがさ、わーってなってさ、すごい、調子に乗りまくったところでやられるじゃん。あれがね、ずっと続くの、作品中。ずーっと続くの。もうめっちゃ面白いの。みんな見て。なんかね、脳からね、謎のね、汁が出る。脳内麻薬だよ、あれ。もうすごい気持ちよくなるの。すごいスカッとするの。もうね、とにかく、イニシャル D はいいぞ。イニシャル D はいいぞ。もう、本当にスカッとするの。イニ D はね、ストーリーとかね、もういいんです。ストーリーとかいいの。もう、匠がすごいかっこいいところと、みんなをやっつけてスカッとするのを見るのアニメです。そう、バトルのいいとこでまたいい感じのユーロビートがかかるんだよ。そうなの。もうすごいね、ちょうどいいタイミングでね、盛り上がるユーロビートがかかって、うわーってなるの。すごい楽しい。イニシャル D、合ってる？イ
イニシャル D をみんな見てほしい。巧みにね、痺れてほしい。そして、脳内麻薬を堪能してほしい。脳からいろんな汁が出る。でした。すごい語っちゃった。次です。あ、待ってね、これめっちゃ長文だな。これ何文字あるんだ。ちょっと5スクロールぐらいするな。どうしようかな。でかつ結構個人的なお手紙が載っているので、これはちょっと飛ばしちゃおう。あ、2000文字。ちょっと飛ばさせていただきます。これはね、後日別途文字でお返事します。ちょっと今のね、お手紙は、どなたから送っていただいたかも判明していて、もちみちへのデータのお願いとかも入っていたりしたので、そちらは個人的にもうやり取りもさせていただいてるので、ちょっと飛ばさせていただきます。じゃあ次ね。もちちゃんへ、応募が目にまぶしい季節になりましたね。いつも元気をくれる配信やショート動画を本当にありがとう。今回あんなに高価なバイノーラルマイクを導入してくれたことも、私たちのために一生懸命準備してくれたんだと思うと、嬉しさと愛おしさで胸がいっぱいになりました。もちちゃんのリスナー思いのところが心から大好きです。新しいマイクでこれからどんな素敵な音を届けてくれるのでしょうか。もちちゃんの声が耳元で聞けるなんて想像しただけでドキドキしています。今後どんな企画を予定しているのか、もしよければ教えてくださいね。これからももちゃんを応援しています。どうか無理せずもちゃんらしく輝いてください。ありがとう。これもね、名前がね透けて見えますね。ありがとう。嬉しい。なんか胸がいっぱいになってしまった。言葉に詰まってしまったな。ありがとう。そう、バイノーラルマイクはね、みんなに、メンバーシップとかに入ってくれたお金に、今まで貯めてたお金を出して、3DO っていうね、白いマイクを購入して、ASMR やってほしいっていうみんながずっと言ってくれてたのを、ようやく叶えることができて、まだね、勉強中なんだけどね、どんなことしようね。耳かきはだいぶね、分かってきたよ。でも、耳かきってみんなやってるから、これやってもなーって思って、もちみちらしいことをしようかなって思ってます。あと、シチュエーションボイスやってほしいっていう意見もちょこちょこあったから、シチュエーションボイスと ASMR を組み合わせた何かにしようかなーって思ってるよー。あと、もちみちは水の音が好きなので、お水の音が聞けるグッズをね、今、いろいろね、買ったりしてます。試しているところ。ちなみに最近買ったのは、なんかマラカスみたいなフェイスマッサージ用のマラカスみたいなお水が入ってるやつなんだけど、これはお気に入り。この間の面言動画で出したやつなんだけど、これ聞こえるのかな、通んないかな。バブルタイマーっていうお水と泡でね、砂時計みたいにお水の音が聞こえるやつなんだけど、それはすごいもちみち癒されたから使ってみました。なんか、いろいろ頑張りたい。もちゃんらしいこと、晩ご飯聞こうかな。みんなに晩ご飯聞く ASMR 作ろうかな。というわけで今後もね、メンバーさん向けには ASMR をやっていこうと思うので、楽しみにしていてね。そしてこういうラブレターを定期的に送ってくれてありがとう。いつも本当にありがとう。なんか胸がいっぱいになってしまったな。言葉に詰まってしまう。ありがとう。じゃあ次でーす。あ、なるほどね。次は
の界隈にはお気に入りのリスナーがいると聞きますが、もちみちさんにはいますか？また、こういうコメントは読みたい、こういうコメントはスルーしてしまうといったものはありますか？なるほどね。2つ質問来ているね。お気に入りのリスナーさんがいるか。お気に入り。お気に入りか。実は、います。でもね、最近ずっと来てくれてなくて、これ、昔からいた人は知ってるかもしれないんだけど、女子高生のリスナーさんがいたんだよね。最近コメントも配信にも来てくれないんだけど、元気にしてるかな。なんかすごいギャルで、もちちゃんほんまに可愛いみたいなで、ハートもね、全色使ってハート送ってくれるみたいなJK リスナーさんがいて、スキピと今日デートしてくるんだけど、相手がデートと思ってるかはわからん、もちちゃん応援してみたいな感じのコメントとかを毎日くれていて、その子の恋が成就するのをすごい願っていた。でもスキピにはスキピがいたみたいなスキピが好きなのは私の友達だったみたいなコメントが最後の方に来てて、なんかその友達と好きな男の子とその子がみんな健やかに幸せになってほしいなーって思いながら毎日ねコメントを読んでいて、お気に入りっていう言い方は違うかもしれないんだけど、すごい可愛いなーって、いつも可愛いなーって思って見ていました。こういう意味だよね。きっとそういうことだよねお気に入りというか、なんかちょっと違う、みんなを見ているのとはちょっと違う目でこのことを見ていた。なんだろう、この目線なんだろう。母かもしれない母かな、いや姉かな。妹みたいな感覚でその子のことは見ていたなそんなもんみんな気に入るわ可愛いよね、可愛いよね。そうなの、元気いっぱいで、もちちゃん可愛い。ハート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 、もちちゃんしか勝たん。ハート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 。今日学校ちょっと辛かった。でももちちゃんが可愛いから幸せ。ハートハートハートみたいな、なんかもうなんかね、もう可愛くて仕方なかったの。姉かな、妹みたいな目で見ておりましたどっちかっていうと親戚、そうかも、親戚かな。気になっちゃう存在、そうだね、気になっちゃう存在ではあったな。その子のことはどうなったかなって、いつも可愛いとかそういう感じのコメントだったんだけど、スキピとねお友達と健やかに大丈夫かなみたいなそういう気持ちだったな。 JK リスナーさんですあ、泉さんこんばんは、いらっしゃい。来てくれてありがとう。いや、来ました。もちちゃんかわいいやってくれてる。ありがとう、ありがとうハートもいっぱいありがとう。見えてるよ、ありがとう。あとはでもね、基本もちみちね、今はそれはネットストーカーって言うんだぜってみんなに言われてやってないんだけど、みんなからのコメント、いや今はやってないよ、みんな毎日コメントくれたりするでしょ。
スプシで管理していた時代もありました。待って引かないで違うみんなさ、その時々のさ、その日こういうことやるよとか、そういうことを教えてくれ。ちょっと待って、スプシ待って、引かないでよ、引かないでよ。ネトスト時代みんなさ、4月から新生活始まるよとかさ、今日から畑仕事だとかさ、なんかさ、こう、みんな、状況を教えてくれるからさ、その時、どうなったかなみたいな。スプシってエクセルみたいなやつ。スプレッドシートの略です。もちみちの見方をしきれなくなってる。だってみんなのことちゃんと全部覚えておきたかったんだもん。今はネトストって言われるからもうしてないよ。もうしてない当日のリスナー全員を点呼。いやそれはさすがにでもそれと並べられるってことか。並んだのか今。そういうことね。だってみんなだってみんないろいろ教えてくれるから、だって忘れたくなかったんだもん。もうしてない。もうちゃんと記憶だけを頼りにね、しているよ。ちなみになのでコメントをしてくれてる人のことは基本的にはもう全員わかる。初めてのコメントだなみたいな方も速攻で気づけますだからお気に入りっていうのはちょっとなんか感覚的にはさっき言った JK リスナーさんを違う目で見ていたなぐらいで、お気に入りってなると難しいな。全員好きみんな好きですめっちゃびっくりしてる。100点だ、よかった。100点よかった見守ってくれている天使でいらしたのですね。ポジティブネトストって言われたからもうしなくなったよ次、またこういうコメントを読みたい、こういうコメントはスルーしてしまうといったものはありますか？これパッと右側にコメント欄が出るんだけど、パッと見た瞬間に目についたやつを読んでしまっているのはあるかも。で、その時々のそのトークの密度で読めたり読めなかったりするから、読みたかったコメント流れていっちゃったみたいなこともあるし、スルーしてしまうは、こういうコメントはスルーしてしまう。あんまりないな。意図してスルーするぞっていうコメントはないかも。目についたやつを見てます。で、読めそうな時は全員の読もうって思って読んじゃってるかな。その時々によってかな。ストーカーとは100点。こういうのはね、見逃さないようにね。ちゃんと突っ込まなきゃいけないやつは見逃さないように拾っていこうと思ってます。おい、ストーカーとは100点ってなんだ？さっきの100点は、そういう意味合いだったの？さっきのリアクション100点って。そんな今のこれでじゃ回答になったかな。待って、もう23時30分になろうとしてるのにまだある。まあでも
も頑張るぞ、頑張るぞ。全部ちゃんと読むぞ。よし。みんな寝たくなったら寝るんだよ。じゃあ次ね。よし。最悪次回に回すみたいなことがあるかもしれません。次です。先日の面言配信がとても楽しかったです。もちみちさんの配信はたくさんありがとうと嬉しいを言ってくれるところが好きです。あ、もちみちそうかな、言ってる？そうなんだ。ありがとう。言ってる今気づいた。でも、いろいろ、見てくれて、いつも見てくれてありがとう。企業案件の受けない理由がリスナーさんを大切にしていて、そういうところもとても好きです。もちみちさんの他者への思いのかけ方、寄り添う方に優しい気持ちになれます。終わった後、酔って X で吐いてっちゃったのも可愛かったです。もちみちさんが楽しかったみたいで嬉しく、返信しなくて大丈夫ですって書いてあった。でも読んじゃったから返信しちゃうまだいるかな。これもね、名前が透けて見えますね。ありがとうと嬉しい。こんなところまで気づいて言ってくれてありがとう。ありがとう、嬉しい。言ってる。本当だ、気づいてなかった。言ってるね。あと、企業案件の受けない理由ね。これ、面言で話しちゃったから、言葉でも言っておこうかな。もちみちね、8000人、登録者数が8000人を超えたあたりから、いわゆる VTuber さん系の案件のお声掛けがすごく増えたんだよね。パッケージをもちみちに変えませんかみたいな。変えて、そのパッケージを、リスナーさんにご購入いただいて、そのご購入いただいた部数？購入数、販売数に応じて何%バックしますみたいな感じの案件が非常に多くて、もちみちは、それは、しかもね、すごい高いの、そういうやつって。美味しいかどうかもわからないお酒とか飲み物とか食べ物とかので5000円とか6000円するの。否定するつもりは一切ないし、そういうきっとね、自信を持って出してらっしゃると思うんだよね、その企業の方たちも。で、それを受けてる VTuber さんもみんなを喜ばせようと思って、リスナーさんを喜ばせようと思ってやってらっしゃると思うんだけど、もちみち自分が食べてないものをそういう風にみんなに買ってってやるの嫌だなーって思っちゃって、もちみちが食べて美味しかったものならいいと思うんだ。みんなにこれ食べて美味しかった、5000円の価値あるって思ったらやると思うんだけど、そうじゃなかったらやらないその分みんなで、例えばだけど1500円ぐらいでコンビニで豪遊する配信とかの方がしたい。それならみんな1500円でコンビニで好きなもの買って、ここで持ち寄ってみんなで食べようよみたいな、何買ってきたみたいな方がいいなって思っちゃう。5000円ってすごい大きい、5000円よりちっちゃい3000円とかのね案件ももちろんあるんだけど、そういう決して安くないお金をもちみちが本当に勧められるかどうかわからないものに対してみんなに買ってねっていうのは絶対やりたくないなーって。そううちのお酒 350ml お酒にお送りします。この案件をご検討願いますでしょうかがスタートですね。そうだね、そこまでやってくだされば。でもそれでさ、美味しくなかったんでちょっともうなんかそれはもちみちちょっとあれすぎるなのできっともちみちはそういう案件は受けない。今後も多分受けない。もちろんね、すごく美味しいとか
これはみんなにとってすごくいいものかもしれないって思ったらやると思うんだけど、みんなにとっていいお金の使い方をしてほしいし、いい時間の使い方をしてほしいし、でね、グッズとか、ラベルが剥がせてシールになりますよみたいなものがもし欲しいのであれば、言ってくれたらもちみちグッズ全然作るし。なのでね、みんなにとっていいものだけやっていきたいなーって、あともちみちが純粋に楽しめるものだけやっていきたいなって思ってます。もちみちさんとリスナーさんの好きなものを持ち寄ってフリートークする雑談配信とか最高ですね。やりたいね。好きなものばっかり持ち寄ってね。1000円ね。1000円で、みんなスーパーかコンビニでなんか買ってくるっていうのやりたいね。ではまず大塚製薬のカロリーメイトから始めませんか？カロリーメイト大好き。カロリーメイトだね、やりたい。イニディ案件早く、イニディ案件めっちゃやりたい。やりたすぎる。無難な断り方試飲させてもらったんですが、私の口に合わなくてうまくおすすめできる自信がないので辞退させていただきたく。なんて仕事のできるタイプなんだ、太郎さん。仕事ができすぎる。すごい。確かにそれだといいね。優しい断り方だね。ハートいっぱいありがとう。見えてるよ、ありがとう。キノコとタケノコと戦いはしちゃいけません。そうだよね。だってタケノコの圧勝だもん。キノコがかわいそうだよ、そんなの。そういうのやっちゃいけない。戦いにならないんだから。じゃあ次に行きましょう。よいしょ。あと、これ、返信いらないって書いてあったのに読んじゃってごめんね。よし、次です。キノコに喧嘩を売ってる？お、喧嘩か？我がタケノコ一杯に敵なし。もちみちさん？キノコに喧嘩売るわけないじゃん。そんなかわいそうなことしないよ。キノコが負けること分かりきった喧嘩なんて。そんなことするわけないじゃん、もちみちが。そんなかわいそうなことできないよ。キノコは、キノコなんだよ。ダメだよ。弱い者いじめとか。やめよ。キノコ派、タケノコ派で。キノコ？タケノコ食べてみなよ。ピコピコハンマー出現定期。ピコピコハンマーダメだ。笑っちゃダメだ。またピコピコハンマーって言われちゃう。ハートいっぱいありがとう。ほら、タケノコ派がこんなに。やばい。そうこうしている間に23時36分だ。今度キノコタケノコで戦争をしような。よし、じゃあ次です。ガチ恋リスナーはいますか？そしてガチ恋は OK ですか？ OK なら多分狂気乱舞することでしょう。もちみちこれがさ、いまいち分かってなくて、ガチ恋リスナーって何？ガチ恋リスナーってなんだ？ガチ恋ってもちみちのことが本気で好きってこと？それとも本気で好きなほど熱狂的に好きだぜ、恋するほどにってこと？タケノコの勝利は目に見えておるがな。コメント欄でも戦争が始まっている。そうだな。タケノコの勝利は目に見えているがな。
もちちゃんが大好きでたまらないって感じ。なるほど。ガチ恋リスナーで調べてみるか。ガチ恋リスナー。ガチ恋の基準。AI による概要。ガチ恋リスナーとは VTuber やアイドルなどの配信者に対して本気で恋愛感情を抱いているファンのことです。はあ、なるほどね。ちょっと待ってね。ちょっとお酒お茶を飲みますタケノコタケノコがだいぶ強めに来ている。恋するほどに恋をしてる。もちみちちゃんと結婚したいぜって思ってればいいこと。なるほどね。今に限ってはガチでかかって恋の略ですねそうだね。キノコとタケノコでね、お酒言いましたで言っちゃったみんなお酒って拾ってるうっかり言ってしまったお酒ってガチ恋リスナー。もうわからない。これって OK かどうかってもちみちが決めることなの？恋をしたらもう止められないものなのではないの？わからない、もちみちには。これって OK かどうかってこっち側で決めるものなの？どうなの？配信者が NG ですって言ったところで恋なんて止めれないのでは？全然わからない、もちみちもちみちはそっか、みんなガチ恋は許さないって人もいるし、許さないって言ったところでさ、恋なんて止められなくない？恋しちゃったらもう止まんないじゃん。どうしようもないよねそれが叶うかどうかは置いといてさ、恋なんて止めれないよね。この場合は OK かどうかより意味があるかだよね。こういう場合言っていいかどうかかしら。言っていいかどうかってことね。もちみちにガチ恋だぜっていうことを言っていいかどうかってこと？はあ、なるほど。ちなみにもちみちはチャンネルではほとんど言っていない公式サイトに載せているのと、一時半年くらいはチャンネル内の概要欄にも書いてあったので、もちみちは普通にリアルでは今3歳になる子供がおります。ててーん。みんな知ってたかな？知らなかったらごめんね。ここでもしガチ恋の人たちが失恋したみたいになっちゃったらめちゃめちゃごめん。なのでもちみちはね、なのでそこをね、3歳になりますなのでまだね、赤ちゃんみたいな子がいる。もう全然ろれつが回らない。最近すごい喋れるようになってきた。だけどもちみち昔ね知ってたけどお母さん感がなくてそうなんだよね。もちみちね、ここではもう本当にもちみち個人、もちみちとしてだけ存在してるから、あらゆる肩書きを抜けて、もう仕事のことも考えたくないしもちみち本当にただのもちみちとしてだけここではいたくて、なのでなんだ、あんまりそういう話はしないんだけどどう考えてももっちゃんお子様感強いんよなでももうこれさ、人によって違うんだよね。もちみちのことさ、親戚のおばあちゃんみたいっていう人もいればさ、ママみたいっていう人もいれば、お姉ちゃんっていう人もいれば、妹っていう人もいれば、子供みたいっていう人もいれば、もちみち見る人によって全然違う説
キュウメイさんこんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとう。で、その上でガチ恋これ OK か NG かで言うと全然もちみちはこれを聞いた上で、それでも全然ガチ恋だぜと言ってくださるのであれば、どうぞどうぞどうぞっていう感じです。止められるもんじゃないよね、これって。それだけ好きになってくれて嬉しいよ。ありがとう。あ、知らなかったっていう人もいる。そうなんです。私の中ではお姉ちゃん、見た目は子供、中身はママみんなね、それぞれちょっと違ったりするよね。迷惑かけなきゃいいんじゃないかな。もちみちはね、ユニコーン、新しい言葉出てきたの。ユニコーンにならなければね。なるほどね。後で調べておこう。ガチ恋全然良いのではないでしょうか。良いのではと思いますが、もちみちあんまりこの辺よくわかってないので、でもいいと。全然もちみちは、どうぞです。ハートいっぱい、ありがとう。あっという間に、まずい、0時になってしまう。まずい。次だ。聞こえかどうかは置いといて、むっちゃんは立ち王でいじれることして認識してくー。太郎さんはいつまで立ち王を引きずっているんだ。あれだってさ、立ち王だってしょうがなくない？ああやって読めるよね。読めたよね。絶対あの時もちみちみたいに読んでた人いると思うんだけどな。ハートいっぱいありがとう。ここのリスナーさんに限ってはそんなことないと思うけど、コメントが荒れちゃわなければいいのかも。あ、なるほどね。ガチ恋リスナーさんによってコメントが荒れてしまうということもあるんだ。そうなんだ。そういう時はね、ダメだよってするね。まだわかんないや。そういう日が来たらダメだよってさせてもらおうと思います。僕はお姉さんみたいに思います。嬉しい。お姉さんみたいに思ってくれて嬉しい。ありがとう。ユニコーン、既婚で子持ち、そんなはずないって暴れるよな。暴れられたら困っちゃうな。暴れられたら困っちゃうな。なるほどな。お友達っぽく時々一緒に飲んでくれればいいのよ。ありがとう。次に行くぞー。ガチ恋ユニコーンとガチ恋広報腕組みおじたんとガチ恋にもいろいろいるよね。そうなんだ。それだけ好きになってもらえて嬉しいけどな。みんなで喧嘩しなければ大丈夫。キノコタケノコは喧嘩しようね。次、これはもう匿名じゃない。名前が見えてる。ムジャーリオさん、ありがとう。もうついに名前言えた。背景、効果の子、ひましに厳しさを増す暑さの中、いかがお過ごしでしょうか。さて、暦も6月を迎え2026年という年も半ばを過ぎようとしております。月日の流れの速さに驚かされるばかりですが、お健やかに日々を重ねていらっしゃることを何よりと存じます。この折、来年度へ向けて新たに期するこそ志や成し遂げんとされる目標などはございますでしょうか。立ち止まることなく歩みを進められるお姿を拝見することは私にとりましてもこの上ない喜びでございます。折しも季節の変わり目でございます。どうかお体を第一に健やかにお過ごしくださいますよう心よりお祈り申し上げます。末筆ではございますが、これからも変わらぬ姿勢を持ちまして、これちょっと読み方わかんない、長々と応援しまつる所存にございます。ケーグありがとう。もうこれラブレターというか嬉しい。どうもありがとう。これなんて言えばいい？挨拶状嬉しい。ありがとう。ありがとう。志成し遂げんとされる目標か。そうだなぁ。もっとみんなといろいろしたいなぁ。目標
目標はね、あるんだ。いつか10万人になりたい。すっごい遠い目標だけど、頑張っていきたいな。今のままだと絶対到達しないことは分かってるから、ちゃんと頑張っていきたいなって思ってます。なぜ10万人に行きたいかというと、みんなの自分の推しになりたいからですみんなが推してくれて、みんなが応援してくれて、みんなが好きって言ってくれるの嬉しいから、もっと自慢できるモチ道になりたいあとはそうだなあ、スロリーさんだ。おこもちです来てくれてありがとう。今ね、モンドのね、質問とかお手紙に回答してるところだよ。バーチャル系アリーナをいっぱいにして単独ライブだ。やっぱり箱を借りてコンサートもやろうぜ。やりたいな。みんなとね、もっといろいろしたいな。みんなで何か一つの夢を追いかけることしたい。ありがとう、ジンさん、ありがとう。リンゴジュースを買おうと思いますどうもありがとうコンサート、そう、コンサートとかね、何かみんなで何かしたいな。バーチャルオフ会とかもね、してみたいなと思いつつ、もちみち大人数の場を回す自信がなくて、もうそれだけなんだよね。その参加型とかもやってみてほしいっていうのが聞いたりするんだけど、その場を回す自信がなさすぎて、大人数の。なので、そこだけをちょっと意識しながらやっていきたいと思いますありがとう。おじゃりおさん、ありがとう。そしてジンさん、ありがとう。ありがとうね。リンゴジュース明日買おう次だ。やばい。0時までには全部読めるかな。よし。清楚系ピコピコハンマーにはもちみちファンみんなの愛が詰まっていると思います。なんだとそう、いつだっけ？前回か。砂漠の謎解き配信の時かな。清楚系ピコピコハンマーっていうね、二つ名をなんか流れでつけてくれて、清楚系ピコピコハンマーってなんだって言っていた。もちみちそもそもピコピコハンマー認めてないぞでも愛が詰まっているなら、愛って言ったら何でも許されると思っているでもありがとう。そして、カスタムダウン、ありがとう。ありがとう。もちみちは何飲もうかな。もちみちもリンゴジュース買います。どうもありがとう。バーチャルオフ会いいね。バーチャルはオフなのかオンなのか不思議だ。そうだね。バーチャルはオフなのかオンなのかわかんないね。居酒屋のテーブル各地で許可付きで借りてトークショー言うねいいね。みんなではね、しっぽりとね、トークショーいいね。やりたいね。かなりしっくりくる。詰まってますね。ダメだ。笑っちゃう。ピコピコハンマーかな。ありがとう。みんなありがとう。お酒を買おうと思います。どうもありがとう。やきもちさんありがとう。やきもちさんお酒を買います。ありがとう。リンゴのチューハイを買おうと思います。次だ。
家族ごと愛されてしまったもちみちありがとう、とっても嬉しいもちみちね、チャンネルでこの話、家族とか子供の話をしない理由はね、ただのもちみちでいたいというのもあるんだけど、もちみち昔お友達に彼氏ができたことをなんとかちゃんが言ってくれなかった、すごい寂しいみたいなのを女子会で話を聞いたことがあって、そういうのって言わないと、友達に言わないと悲しくさせちゃうんだって思って、もちみちね、そういう恋愛の話って人に話さないタイプだったんだけど、友達には言わないと悲しませちゃうんだって思って、言ったことがあって、もちみちは仲がいいと思ってた子に入籍しますっていう連絡をお送りしたところ、そうなんだ、わかった、おめでとうみたいな感じで、それまですごいいっぱい明るい感じでやりとりしてた子だったんだけど、全部丸でそういう感じで来て、そこから連絡とかを送っても返事が返ってこなくなっちゃって、それからもうそういう話って嫌な子もいるんだってわかんなくなっちゃって、なるべくねしないようにしてるすごい悲しかったの、それがね、もう悲しくて、そこからは人に話さないようにしておりますシラリンさん、ありがとう、飲み物代ありがとう、やった、コーヒーを飲もうかな、じゃあ、ありがとうねやっぱりそういうの聞きたくないみたいな人もねいるだろうからね、それよりお前の話を聞きたいんだよみたいなこともあるだろうしね。そう、なるべくなのでチャンネルとかでも話さないように意識してたりはします。コーヒー焼酎でもどうぞ。コーヒー焼酎って何？本当にあるもの？コーヒー焼酎あるならじゃあ買ってくるね。コーヒーという名のお酒コーヒーという名のお酒買うかよし、じゃあ次だ。よいしょ。VR チャットをやっている方は VR 感という第6感みたいなものが養われると聞きましたが、もちちゃんはありますか？聞いたところによると VR 内で寝ている時に誰かがそばで寝顔を覗いたりしている時に寝顔を覗いてたりしていると聞いて気になりました。なるほど。その前にやきもちさんありがとう。違うんだよ。いいんだよ。待っていいの。待って、まず先にありがとう。そして、いいんだよ。待って、なんて言えばいいんだ。違うの。今、もちみちが言ったんじゃんだって、もちみちが自分から言ったんだよ。それに対してみんなが乗ってくれただけでしょ。ごめんね、そんな風に思わせちゃって。違うの。今まで、そのチャンネルで、自分からあえて語らなかった理由をね、伝えただけだから、全然気にしないで。で、嫌な人がいるかなーって思って喋ってなかっただけだから、みんなが嫌じゃないんだったらね、全然いいんだ、それで。いつもありがとね。ごめんね、気にさせちゃったね。ごめんね、もちみちの喋り方が悪かったね。どうもありがとう。これは、もちみちの美味しいクッキーを買おうと思います。もちみち大好きなクッキーがあるんだ。でも高くてなかなか買えないクッキーがあって、成城石井のね、ショートブレッドすっごい美味しいの。成城石井の598円のね、おっきいね、ショートブレッド。手のひらサイズは言い過ぎかな。でもね、それくらいすごい大きいね、まん丸のショートブレッドクッキーが売ってて、すごい美味しいの。でも598円で9
9枚しか入ってないからなかなか買えなくて、それを買おうと思います。どうもありがとう。すっごい美味しいんだ。それね、なかなか買えないから買おうかな。ありがとう。じゃあ VR チャットをやってる方は VR 館という第6巻のやつね。V 感、いわゆる V 感ってやつだね。火の近くに行くとあったかく感じ、雪のワールドに行くと寒く感じ、人に触れられていると感じるという、獣耳とかついてる方は実際には存在していないのに、その獣耳に触れられると、なぜか頭のそのあたりがこう、ちょっとくすぐったく感じる、みたいなやつだね。これはね、もちみち、ないと思っていたんだけど、配信で前に、ちょっとヨガのモチーフにした感じのチャクラっぽいワールドに行った時に、火の中みたいなところに行ったらすごいあったかかったんだよね。あったかいわけないんだよ。そこに行ったの冬だったから、部屋は寒いはずなのにすごいあったかくてポカポカして、そこで初めてもちみち、もしかしたら VR 感があるのかも、V 感があるのかもしれないって思いました。ただもちみち VR チャットで、いわゆるその人に触れたり触れられたりっていう文化を経験せずに過ごしてきているので、触れられた時にその VR 感があるかどうかみたいなのはわからないなぁ。どうなんだろう。そのあたりはまだ未知数です。ムーンライトよりうまいのか。美味しいんだよ。ムーンライトもめっちゃ美味しいよね。ムーンライト好きならもう絶対好きだよ。ムーンライトが好きならムーンライトのね、ムーンライトがレベル10だったら、そのショートブレッドはレベル50だから、ぜひ食べてみてほしい。598円で9枚しか入ってないけど、すっごく美味しい。第6巻的な某ガンダムだとキュピピピーみたいな、そんな感じかな。というよりは触覚かな。触覚痛覚が錯覚で存在してるみたいな感じかな。そう、脳が現実と錯覚して信号を送ってる。多分そっちかな。進化していく。そうかもしれないね。脳が本当に錯覚して勝手にそういう風に思わせてるんだろうね。火とか焚き火の音が合わさると発動するのかな。そうかも。匂いを感じるっていう人も中にはいるね。火の匂いがするとか、その街の匂いがするとか、お花の匂いがするとか、そういうのを感じ取る人も中にはいる。なので本当にそれは錯覚でしかないんだけど、その錯覚であったかくなったり冷たくなったり、痛いとか触れられてるとか、そういうのを感じる人たちもいます。もちみちはあったかい冷たいは、あったかいは特にはわかります。現実に近い感覚かな。そうかもしれないね。そうかも。脳が錯覚してっていうところは通じるものがあるね。ボールが飛んでくる映像で避けるのと同じ話。それはかなり近そうだな。そんな気がするな。とっさの、脳がとっさにそう判断してしまうみたいな気がするね。どっちが現実かわからなくなりそう。そうだね。リアルになるとそうなってくかもしれないね。もっちゃんのブランディング的にはないだろうけど、血まみれのワールドだと血の匂い感じそう。そうかもね。でももちみち多分それを感じる前にめちゃくちゃ焦って怖がって、ビビり倒して、何が何だかわからないまま去ると思います。ハートいっぱいありがとう。見えてるよ。ありがとう。リヒトさん、日付が変わりましたね。変わってる大変だ。あと何通あと2通だ。いや、待てよ。いや、大丈夫。多分あと2通。よし。今度試してみよう。ちょっと試しにホラーワールド行こうか。ぐぬぬ
行かないよ行かないよ。いつ気づくかなって思ったらコメントで気づいたかあ、和田さんこんもちいらっしゃい、来てくれてありがとう。あと2通分あります。あと2通、あと2通、あと2通、よいしょ。これは配信中に送ってくれたっぽいな。僕は母校の高校の先生に相談事があるのですが、現在高校は合併により廃校し、新しい学校に生まれ変わりました。あ、これは母校の高校、合併により先生は離任されてからどこで勤めておられるのかがわかりません。その進行に先生が現在どこに勤められているかを電話で問い合わせようとも考えているのですが、昨今は個人情報が厳しいので、合併元の卒業生だと伝えても信じてもらえるかどうかがわかりません。僕は口下手なので、そこで変に怪しまれることがないように先生の現在の勤め先を聞こうと思っているのですが、うまく話す方法はありますでしょうか。あ、なるほどね。合併により廃校し新しい、これ難しいね。でも卒業年度とその合併前の学校名とフルネーム、卒業年度フルネーム合併前の学校名でいけるんじゃないかな。さすがにそのレベルの個人情報って処分していないはずなので、多分それでいけると思う。ただその先の勤め先を教えてくれるかどうかだよね。その高校が国が運営しているのか、私立が運営している営利系の学校なのかによってもだいぶ違いそうだけど、離任されて次の勤め先があるということは、きっと国が運営している、自治体が運営しているタイプの高校なんだろうな。いや、教えてもらえるんじゃないかな。何年度卒業生なんとか、合併前のなんとか高校何年度卒業生のなんとかかんとか山田太郎と申しますが、その当時お世話になったなんとか科目のなんとか先生にご連絡を取らせていただきたく、現在の勤め先に連絡先をお伺いしたいのですが、今現在お勤めになられてる先をお分かりになる方はいらっしゃいますでしょうか。とかかな。お電話するとしたら、電話で怪しまれるようならもう行ってしまうかとかかな。折り返しでも構わないのでご連絡をいただけるとありがたいですとかかな。なので教えて、連絡先教えてくださいは難しいかもしれないけど、現在のお勤め先はもしかしたら教えていただけるんじゃないかなっていう気がします。どうなんだろう。ヒント、職員部教員人事課。あ、なるほどね。そういうところがあるんだね。気持ち的なハードルは高いかもだけど、電話よりは OB として直接行くといいかも。ただ訪問前に一報入れてからの方がいいですね。確かにね、おちみちももしまだお近くに住んでいるのであれば、その卒業証書を持って伺う方が怪しまれずにスッと通りやすくはある気がするな。一報入れてからがいいかもね、確かに。あとはその行方を知っていそうな他の先生に事情を聞くとかかな。ちょっとお茶飲むね。鼻が寒ってきた。ハートいっぱいありがとう。見えてるよ、ありがとう。うまく話そう。口下手なのでか。話す内容も台本みたいに全部メモに書いておいて、それを読み上げるといい気がする。そうなんだ。教職員の移動情報って市で公表しないといけないので、実は結構調べやすいです。そうなんだね。じゃあもしかしたら市の方に問い合わせてもわかるかもしれないね。
ちゃんと自分で準備して、こうやって喋るぞ台本を準備していくといいかもしれないね。やけおじさん、お酒ね、バレてる、お酒です。トークデッキ持ってこそうだね、太郎さん。トークデッキが必要だ。それでいこう。これ、うまくいったら教えてね。あれこれ画像で、なぜか。そういうことか。オッケー。今ね、非表示質問で送ってくれた人がいるんだけど、この配信中に送ってくれたので、文章は読まずに、これ、後ほど、返信で送ります。どうもありがとう。質問してくれてありがとう。OK ですということだけお伝えします。後ほど文面で回答させていただこうと思います。というわけで、なのでこれは非表示設定質問なので、これで全部だ。じゃじゃーん、終わったー。やったー。これね、モンド溜め込んじゃってごめんね。どうもありがとう。じゃあ、これで今日のモンド配信はおしまいです。そうだね、先生に出会えますように。みんながね、今、アドバイスしてくれてる。新年度に新聞にも載ってる。調べられる。知らなかったね。自分のりにも普通に新聞に載ったしね。アルバさんはそっちの人なんだね。なるほど。それで詳しかったんだ。アルバさんなんでも詳しいな。いろんなこと詳しい。というわけで、今日はこれでおしまい。最後のね、先生の方、出会えるといいね。頑張ってきてね。OK? ほら行く？もじゃりょうさん、行きません今から送って延長してもらわなきゃ。まだ、もう来てないよね。大丈夫。来ておりませんでした。というわけで、みんな、今日もありがとう。最後まで見てくれてありがとう。みんなお疲れ様。もう終わるだと質問です。お腹が空きました。夜ご飯は何がいいですか？この時間だから、お茶漬けかな。もちみちならお茶漬けかな。もしくはチキンスープとか作って食べるかな。でもこんな時間だからね、無理せずね、自分の好きなものをご褒美に食べてもいいと思う。それじゃあ、今日はこの辺りでおしまいです。ホラーワールド見に行こうね。みんなホラーワールドに行かせようとしてるな。いや、まあ表示してもよかったんだけど、一応伏せといただけなのよ。そうなんだね。じゃあこの場で回答しちゃおうかな。なぜかね、画像のダウンロード非表示質問だからな。非表示質問だからか画像が表示できなかったので、よいしょ。ちょっと待ってね。ちょっとこれだけじゃあ回答しちゃおうかな。よいしょ。アルバさん。ちょっと待ってね。スクショで表示させたのを画像で今保存させたので、これを、よいしょ。アルバさん、ありがとう。これが最後です。まちみちゃん、お疲れ様。早速ですがご相談です。夏コミの登録が出てスペースをいただきました。おめでとう。今 VTuber さん紹介のための本を作っているのですが、まちみちゃんを紹介したいのですが、インタビューの質問たくさん送ったら回答ってしてもらえますか？しまーす。アルバさんの頼みならするよ。何でも言って。夏コミ嬉しい。むしろそんな本の中でもちみちを紹介してもらえて嬉しい。何か素材とか必要だったら言ってね。そして本買います。楽しみ。
待ってね。はるさんこんばんは。これね、今最後の質問なんだ。来てくれたのにもうすぐ終わっちゃう。今日はね、モンドのね、質問とかお手紙に回答する配信をしておりました。来てくれてありがとう。もうすぐ終わっちゃうんだけど、もしよかったら最後まで楽しんでいってね。みんななんか、ペヤングとかお茶漬けとかね。大丈夫だ。ラーメンとかね、なんか UFO の焼きそばとかいっぱい。わたさんに何か、背徳の味を伝えようとしている。夏コミ登録じゃない、当選おめでとう。当選おめでとうだね、当選おめでとう。ね、みんなおめでとうだね、おめでとうって言ってる。もちみちみんながこうやってね、おめでとうってするの大好き。嬉しいな。あれたった今送ってみたけど、おっと。ちょっと待ってね。来てましたよ。このアルバさんの本楽しみ。いっぱい送ってもらってもちゃんと全部回答するので送ってください。楽しみ、嬉しい、ありがとう。頑張ってね。楽しみだな。登録って言っちゃった。当然だね、当然。その本買いたいですね。もちみちも買いたい。応援しているアルバさん、夏コミっていつなんだろう。頑張ってね。応援してます。嬉しいな。なるべく、質問もらったらなるべく早めに回答できるように頑張るね。ね、楽しんで、夏コミ楽しんできてね。すごいな、夏コミってもちみち行ったことないんだ。楽しそうだな。よし、じゃあ最後、次こそ最後。よし、次にタチウオに会えるのはいつですか？行くか。タチウオにね、会いにまた行きましょう、水族館に。夏コミは8月15、16、あと2ヶ月ぐらいだね。頑張ってね。これから準備大変だ。応援してるね。頑張ってね。灼熱のタチウオ、みんな覚えている。これがね、何のことかわからない方は、よかったらもちみちの配信切り抜きでね、タチウオの切り抜きがあるので、よかったら、ショートサイズの配信切り抜きで40秒ぐらいで見終えるので、よかったら見てみてください。もちみちチャンネルのトップの配信切り抜きにあります。やけどしないようにね、やけどしちゃう。やけどしないよもうでもあの日絶対もちみちの他にも勘違いしてた人いると思うんだけどな。ほんともっちゃんのタチウオはみんなにしてうち、くぬ知られたくないようなぐぬぬだよ。知って、もちみちと同じ勘違いをした人がどれだけいるかを調べたいような。また行きましょう、水族館にね。きっとね、もちみちと同じ勘違いしてくれる人いるだろうしね。はい、というわけで、今日はここでおしまいだ。ハートも笑顔もいっぱいありがとう。12時15分になっちゃったね。遅くまで付き合ってくれてありがとう。今日も楽しかった。どうもありがとね。配信来る以前の出来事なのにそこが一番好きなシーンなのわけわからんよな。そうだよね、太郎さん、そうだよね。あの配信いなかったよね。あの配信にいなかった太郎さんが一番あの配信の出来事をいじってくる。よし、二次会どうする？二次会はございません。みんな今日も夜更かししないで早く寝るんだよ。眠れなくてもね、お布団に入って横になって目をつむってれば体は休めるからね。今日もありがとう。みんなお疲れ様。いい夢見て、あったかくして風邪をひかないようにして休んでね。
それじゃあ10秒数えておしまいです。短いカラオケで行かないよ。みんなで行っておいで。あ、ダメダメ、行かない、ダメダメ。みんなも夜更かししないでね。よし、5次会まで覚悟してたのに5次会ありません。さあ100の質問考えるか。100の質問どんとこい。頑張るぞ。じゃあわたさんはね、美味しいご飯食べてゆっくり休んでね。それじゃあみんなお疲れ様。10秒数えておしまいです。今日もありがとう。みんないい夢見てね。ゆっくり休んでね。それじゃあ10秒数えます。1、カラオケ行こうとしてるみんなで。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。みんなお疲れ様。また会おうね。また来てね。じゃあおやすみなさい。またね。